今回は史上最弱の炎属性モンスターを10選紹介するぞ。炎属性、爆発力のあるデッキテーマやバーンモンスターが多いイメージがあるが、炎属性の中には史上最悪レベルに弱かったり使いづらかったりするカードが多い。炎をイメージしたかっこいいモンスターたちが多い印象だけど、実用性に乏しいモンスターたちもいるということなのね。その中でも特に最悪レベルのカードたちを紹介していくぞ。一体どんなカードたちが登場するのか楽しみと不安が入り混じるわ。各モンスターを紹介する前に、炎属性の不遇度について簡単に説明しておくぞ。思えば炎属性って遊戯王初期からあまり強いカードがなかったし、カード枚数自体も少なかったわね。今でこそ炎属性は増え始めているが、それでも神属性を除いた全属性の中で最小なんだ。そうなんだ？炎って主人公とかが使いそうなイメージなのに意外だわ。遊戯王は光属性と闇属性がメインで使われることが多いため、炎属性はむしろマイナー寄りなんだよ。それでカード枚数も少ないのね。当然、カードの母数が少ないから遊戯王で注目されることもそこまで多くない。ならば今回、この動画で炎属性を取り上げてみよう、という話だ。取り上げるのはいいけど、取り上げるネタに悪意しか感じないけん。強いカード紹介でもいいけど、炎属性の数が少ないのには、炎属性モンスターの不遇度や弱さも関係していると言えなくもない。弱い炎属性モンスターにはどんなものがいるのかを知ることで、炎属性の歴史が少しはわかるかもしれないんだぜ。もっともらしく意見を並べたわね。今回の選出内容は9枚が効果モンスターで、通常モンスターからはレベル5以上を1体だけ選出させてもらった。また、効果の弱さや使いづらさ、不遇度など様々な視点から、私の偏見と独断で決めさせてもらっているぞ。意見や感想が違うかもしれないので、一意見として参考にしてもらえると助かるわ。では紹介に移ろう。1枚目に紹介するのは絶対服従魔人だ。あ、このモンスターは見たことあるわ。やたらレベルが高くて絶対強いモンスターだと思ったのよね。レベル10だし攻撃力も3500と高いから、パッと見強く見えるよな。ブルーアイズホワイトドラゴン超えとは普通にすごい。でもここで紹介されるということは弱いのかしら？弱いというか使いづらすぎるんだ。というのもこのカードは自分の場にこのカードだけしかなく、手札が0枚の状態じゃないと攻撃ができないんだよ。攻撃させる気ゼロなんですが、魔人を攻撃させるために条件を整えたとして、相手が除去カードでも使ってきて、魔人が破壊されたら終戦するわよ。魔人に戦闘させるリスクが高すぎるんだよな。せっかく高い攻撃力を持っているのに使う機会が皆無なのは残念だわ。魔人には他にも効果があって、破壊した効果モンスターの効果を無効化するんだ。効果無効は強いわね。この効果を活かしたいけど、前述した通り攻撃条件を満たすのが鬼すぎるわ。特殊召喚の制約はないから壁として使ったり、加齢術紅を使ってバーンダメージを稼ぐなど使い方を工夫しよう。なんとか活用するための労力が重い。イービルヒーローダークガイアの素材にするか。絶望神アンチホープでいいけどな。スキルドレインを使ってデメリット効果を無効にして殴っていけるが、自身のモンスター効果無効も使えなくなるから注意だ。他のカードに媚びない姿勢を見せるあたり、絶対服従魔人という感じがするわ。そのせいで使いづらい最悪レベルのモンスターになっちゃってるけどな。悲しい。そんな魔人だが、実はこのカードは遊戯王初のレベル10モンスターだったんだ。レベル10のモンスターってこのカードが初めてだったの？正確にはこいつと同じタイミングでの登場だけどな。黒魔導の覇者で2体が登場するまで、レベル10だけはいなかったんだよ。それは知らなかったわ。遊戯王の歴史に名を刻んだカードでもあったのね。そんな記念すべきカードだし、ステータスは素晴らしいから、もっと使われるような性能になってほしいんだぜ。2枚目は煉獄魔人ヘルバーナーを紹介するぞ。このカードも魔人だし、服従魔人と同じ炎属性悪魔族なのね。レベル6にもかかわらず、攻撃力が2800と高いのが特徴だ。御用ガーディアン並みの攻撃力を誇るとか、これもう御用ガーディアンじゃない。おい、こいつと御用ガーディアンを同一扱いは御用に失礼すぎるぞ。そうなの？なんせヘルバーナーは、通常召喚するのに自分の手札を全て墓地に捨てて、自分の場の攻撃力2000以上のモンスターをリリースしないといけないからな。恐ろしいくらいにひどい召喚効果だわ。特に手札を全て捨てるとか、アドバンテージの損失が尋常じゃないわよ。これなら他のモンスターに装備カードを装備させて戦った方がマシだぞ。ただ、ヘルバーナーには他にも相手モンスター1体につき、攻撃力が200上がる能力強化効果もあるんだ。相手の場に1体でもいれば攻撃力3000になるのはいいわね。しかし、自分の場に他にモンスターがいると攻撃力が500下がる。何その3歩歩いて2歩下がるみたいな効果。むしろ1歩歩いて3歩下がってるぞ。悲惨すぎる。手札やモンスターを消費して出したのに、自分の場にモンスターを出せば出すほど弱体化していくとか使いづらいわ。レベル6なのは嬉しいけど、この効果のせいで通常召喚で
て場に出すと、逆にこちらがピンチになりかねないんだよな。ステータスと効果が噛み合わない。あまりの使いづらさから遊戯王 GX の今日の最強カード紹介コーナーでは、通常召喚の条件は難しいため、墓地から特殊召喚を推奨するほどだったんだ。公式からも通常召喚を諦められたモンスターだった。というか最強カードの紹介なのに、なぜヘルバーナーをチョイスしたのか？その理由はアニメで万丈メがこのカードを大活躍させていたからだぜ。サンダーがこのカードを使っていたの？結構初期の頃から使っているぞ。該当のデュエルは万丈メ VS ゾンビ聖斗戦。万丈メは早すぎた埋葬でヘルバーナーを蘇生させ、巨大化で攻撃力を倍にしてワンターンキルを決めたんだ。めっちゃ輝いてる。ヘルバーナーを使いこなすあたり、さすがサンダーと言うべきだわ。ただ、万丈メもやはり墓地から特殊召喚しているし、三沢戦ではあっさり倒されているため、評価が高いかというとお察しレベルだな。そもそも効果が微妙すぎるし残党。アニメで活躍の場があったのが奇跡レベルだわ。服従魔人といい煉獄魔人といい、炎属性の魔人最悪すぎない？壺魔人も入れて炎の魔人トリオ完成だ。いらねえ。3枚目はサイクロプスだ。いや、地属性でしょ？それはサイクロプスだな。今回紹介するのはサイクロプスという炎属性機械属のモンスターだぜ。こんなカードがあったのか。シャイニングビクトリーズで登場したカードで、攻撃力が1800とそこそこ高い。中堅アタッカーとして役立ちそうだわ。サイクロプスは効果でサイコロを振り、出た目によって効果の内容が決まるんだ。サイコロとサイクロプスをかけて、サイコロプスというのね。今回紹介されたということは効果が弱いのかしら？そうだな。まず1の目が出た場合は相手の手札を1枚捨てることができるぞ。ハンデス効果は強いじゃない。問題はここからで2から5の目が出た場合は、自分の手札を1枚捨てるんだ。実質3分の2の確率で手札が減っちゃうのか。そして6の目が出てしまうと、自分の手札を全部捨てることになるぞ。6だけは絶対出しちゃいけない目ということが分かったわ。というか1の目以外、基本的に自分が不利になる効果なんだけど、デタラメでのカバーは必須だな。デタラメで1、3、5、6にしちゃえばいいのね。話聞いてたか？ 2、4、6を1として扱いハンデスしていくんだよ。あ、そうだった。あとは手札を捨てることで、効果を発揮する暗黒界などでは使えるな。それでも6の目は怖すぎるけどね。守備力が200だから深淵の爆発といったサポートカードの効果を受けられるしアタッカーで使えるのは利点だろう。でも効果が自分を不利にしかねない微妙なモンスターと言わざるを得ないわ。だが安心しろレイム。なんとこの効果、任意発動なので無理して使わなくてもいいんだぜ。おお、それは素晴らしい。これでただの攻撃力1800のアタッカーとして使えるな。レッドサイクロプス使うわ。4枚目はプーンドラゴンエッガーを紹介するぞ。お、プーンモンスターが来たわね。ドラゴンエッガーがプーン化した姿だな。顔が見えず怖い雰囲気のあったドラゴンエッガーから、随分コミカルな姿になったわね。レベル7で攻撃力は2200、守備力は2600だ。最上級モンスターだけど攻撃力は物足りないわ。レッドアイズプーンドラゴンや、プーンアンティークギアゴーレムの方が強力よね。なんならレベル6のプーンデーモン以下だぞ。守備要因ですか？直接攻撃が売りのプーンで守備表示とかシナジーやってないけどな。このカードは通常召喚はできず、プーンワールドがある場合に、場のモンスター2体をリリースして特殊召喚が可能。他のプーンモンスター同様、プーンワールドが必要なのよね。また、特殊召喚したターンには攻撃できず、攻撃時には500のライフポイントコストが必要だ。直接攻撃はできるけど速攻には不向きだわ。さらにプーンワールド破壊時には自壊する効果もあるぞ。ここまで聞いた限り、微妙にも程があるわね。昔のプーンモンスターとはいえこの性能は使いづらいよな。直接攻撃できる強みを活かすなら、より攻撃力の高いプーンモンスターを出したいわ。それこそリリース要因が一体で済むデーモンでいい。ドラゴン族ならレッドアイズがおり、あちらはモンスターの召喚効果もあり、ドラゴンズバインドの恩恵を受けることもできる。今じゃプーンも強力なモンスターが増えたし、エッガーの出番は皆無だわ。初期のプーンモンスターは使いづらいものばかりだが、ステータスが中途半端すぎて、頭一つ抜けて使いづらいな。それこそ初登場時からデーモンやブルーアイズに出番を奪われがちだったし、ペガサスのストラクチャーデッキではプーンで唯一サイドデッキに追いやられたぞ。扱いまで悲惨すぎる。原作じゃ遊戯のモンスターを撃破するなど活躍する描写もあったのだがな。救いはないのかしら？遠征遊ブラスターと組み合わせて、エクシーズ声優モンスターを出していこう。強いテーマと組むことこそ生き残る道と言えるわね。5枚目はナンバーズ57粉人竜トレスラグーンだ。ナンバーズのエクシーズモンスターが来たわね。ランク4でドラゴン族、攻撃力は100、守備力は2600だな。100？守備力は高いけど攻撃力が弱すぎない？その代わり効果で強化ができるようになっており、召喚時に相手モンスター1体の攻撃力を自分の攻撃力に加算できるんだ。写真アバターみたいに相手モンスターの攻撃力に100勝てるようになっているのね。相手モンスターに絶対勝てるしバトル最強じゃない。いや、攻撃力は召喚時にいる相手モンスターしか反映することができないため、後から自分より攻撃力の高いモンスターが出てきたら無力となる。相手の場に弱いモンスターがいたらこのカードも貧弱になってしまうのか。相手モンスターに左右されやすいカードと言えるだろう。
ろう。ただ、このモンスターにはもう一つ効果があって、そっちがメインだ。他にも効果があるのね。相手の場のカードが自分の場のカードより多い場合、エクシーズ素材を取り除くことで、未使用のモンスターマジックトラップゾーンを使用不可にするぞ。モンスターゾーンやマジックトラップゾーンを使用できなくするのね。しかもこの効果はターン1制限がないため、一気に3つのゾーンを封じられるんだ。一気に3つ潰せるのは強くない？マジックトラップゾーンはペンデュラム召喚を封じる効果があるが、モンスター効果の強い現代遊戯王ではモンスターゾーンを封じた方が強いかな。ここまで聞いてるとかなり強い効果に見えるわ。しかし、トレスラグーンは必要素材が重いという欠点があり、エクシーズ召喚にレベル4モンスターが3体必要なんだよ。レベル4を3体は結構重いわね。3体素材にするランク4エクシーズには効果が強力なものが多いわ。2体を素材にするモンスターでもトレスラグーンより攻撃力を上げやすい、ダークリベリオンエクシーズドラゴンがいるぞ。なんというかトレスラグーンは、効果がどれも相手依存なところがあるわね。そこも痛いんだよな。モンスター3体を素材に召喚したはいいものの、相手の場には糸しかおらず、攻撃力が400にとどまる可能性もゼロではない。極端だけどありえなくはない話よね。さらに相手の場より自分の場のカードの方が多いと、ゾーンを埋める効果も使えなくなる。相手がフリーチェーンで場のカードを消費して、こちらの場よりカードの数を減らしてくることだってあるんだ。そうなるとこのカードの効果を有効活用できず、召喚に見合わなくなるわね。お邪魔トリオはトークンを相手に送りつけられるため、条件を満たしつつこのカードと一緒に組み合わせると妨害がしやすくなる。このように面白いコンボも使えるのはいいのだが、モンスター3体を素材に使うなら他に競合はいっぱいいるんだぜ。お邪魔トリオとのコンボもリンクモンスターで処理されそうだし、色々惜しいカードだわ。モンスター2体で召喚できるのなら、もう少し使いやすかったでしょうね。6枚目はエレメンタルヒーローシャイニングフェニックスガイと行こう。今度は融合モンスターが来たわ。正直炎属性のエレメンタルヒーローでは他にも最悪レベルのカードがいたのだが、このカードもなかなかにひどいため今回選ばせてもらったぞ。ではなぜ選ばれたのか教えてもらおうかしら。まずフェニックスガイは攻撃力が2500、守備力は2100となっており、エレメンタルヒーローフェニックスガイとエレメンタルヒーロースパークマンで融合可能。融合素材に融合モンスターがいるのはなかなかきついわね。融合召喚でしか出せないしミラクルフュージョンや、沼地の魔人王を使って召喚していこう。融合強兵なんかも活用して召喚していきたいわね。こうして召喚したフェニックスガイの効果だが、自分の墓地のエレメンタルヒーロー1体につき攻撃力を300アップさせるというものだ。自己強化能力があるのね。融合召喚していれば墓地に素材がいるはずだから攻撃力は3000を超えるわ。しかし、魔人王で代用していると思うようにパワーアップしない。あとミラクルフュージョンで召喚したら効果を発揮させづらいわ。簡単な方法を選ぶと、強化しにくくなっているのが辛いんだぜ。エレメンタルヒーロー限定だから他のヒーローでパワーアップできないのが辛いわね。ただ、戦闘破壊耐性もあるため戦闘で倒されることはないな。ここは融合素材のフェニックスガイの効果を引き継いでいるのね。でも、攻撃力がアップするならそもそも戦闘破壊はされにくそうだわ。その通りでパワーアップ効果で戦闘破壊されづらいため、戦闘破壊耐性ではなく、効果破壊耐性を望む声も多かったんだ。そっちになればだいぶ強くなるけど、当時にしては過剰な気もするし難しいわね。とはいえ現状の効果は噛み合わせが悪く、他のヒーローたちより優先して採用する理由がないんだよな。召喚も面倒だし効果は噛み合わないし、ヒーローは採用候補も多いから、このカードが選ばれることはめったになさそうだわ。エレメンタルヒーローシャイニングフレアウィングマンの方は、効果ダメージもあるから採用するならこっちになるぞ。パワーアップ効果を活かせるこちらの方が選ばれるのは当たり前よね。効果破壊であっさり除去されてしまうことも多いし、数あるヒーローの中でも使いづらいカードだろう。一応、アニメではエドガカイザー戦でこのカードを使い、フィニッシャーになるなど見せ場はあった。アニメで活躍の場があったのは救いだわ。だが、デスティニーヒーローが登場してからはお役御免になったぞ。やっぱりエクストラデッキの関係上、このモンスターを採用する余裕はないのね。仮にエクストラデッキの枠が無限でも使う機会なさそうなんだぜ。デスティニーヒーローデストロイフェニックスガイとしてリメイクされ、そちらで活躍しているからまあよしということで、闇属性になっちゃったし、むしろこちらに出番奪われてるけん。シャイニングより融合しやすいし、相手ターンにもカードを除去できるし、後続のデスティニーヒーローも呼べちゃうし、相手の弱体化もできるしでこっちが強すぎる。ひどいヒーロー格差を見た。7枚目はファイヤーソーサラーを選んでみた。金髪に黒い帽子で魔法使い族、マリサじゃん。いやー照れるぜ。でもこんなクールで可愛い子がマリサなわけないから違うか。ちょっとこっちの部屋来いや。茶番は置いといてこのカードはレベル4の炎属性魔法使い族。攻撃力は1000で守備力は1500とスペックは平凡だ。昔のカードだった記憶だし、そこまで強くはないわね。このカードはリバース効果を持っており、自分の手札をランダムで2枚除外して、相手に800のバーンダメージを与えるぞ。手札を2枚も消費するの？この時点で割に合わないにも程があるよな。
遊戯王において手札は勝敗に直結するものなのに、800ダメージのために使いたくはないわね。しかも除外だしランダムだから、コンボを狙うことも難しい。リバース効果な点も現代遊戯王じゃ即効性がなく扱いづらい。バーンダメージを与えるなら昼夜の大火事や、ご隠居の猛毒薬を使うわよ。しかもこの効果は強制効果だから、絶対2枚除外しないといけないと散々だ。このように効果が弱すぎることからいっそのこと相手に送りつけて、相手をハンデスする使い方が考案されるレベルだった。相手からしたらもらっても困るわ。対応の魔術師枝などでリクルートはできるし、相手に送りつける手段さえあれば意外とコンボは成立すると思うぞ。それでもこのカードを素材に使われたり、送りつけに失敗した時のリスクが痛すぎる。ビジュアルの良さが原因なのか、アニメではノア編や記憶編、さらには GX でも登場するなど、作品内での露出は多い。しかも遊戯王とパズル&ドラゴンズがコラボした際には、アンズと共にユニットとして選ばれるなど意外な選出もあるんだ。これは鑑賞用で使います。8枚目はエンレイシンパイロレクスを紹介するぞ。強そうなモンスターが来たわね。レベル8の炎属性恐竜族で攻撃力が2800あるんだ。エボル、ジュラックみたいに恐竜族には、炎属性を持つモンスターが多いわよね。このカードは通常召喚はできず、自分の墓地の炎属性モンスターが、5体いる時のみ特殊召喚できるぞ。墓地炎5体、墓地闇3体みたいに言うな。ダークアームドドラゴンに似た召喚条件だからつい。気持ちはわかる。ただ、パイロレクスは3体じゃなく5体なのね。5体以上ではなく5体ぴったしいないといけないから条件が満たしづらいんだ。調整が大変だし、相手からの妨害をかいくぐって召喚しないといけないわ。遠熱伝導馬や生存本能など、相性のいいサポートカードを活用したいな。条件さえ整えば一気に強力なアタッカーを出せるわ。しかし、このカードは他にも癖のある効果が2つある。2つも特殊召喚成功時に相手の場のモンスター1体を破壊し、互いにそのモンスターの攻撃力の半分のダメージを受ける効果。そしてこのカードが場から離れると、次の自分のターンのバトルフェーズをスキップする効果だ。なんかデメリット効果あるんですけど、破壊輪のような効果はまだいいとして、場から離れるだけでバトルフェーズができなくなるのはきついわ。破壊輪効果は相手のライフポイントを削れる強力な効果だが、相手の場にモンスターがいなければ不発となるし、自分のライフポイントも削れてしまう。自分のライフポイント次第ではかえって不利になる可能性もあるのね。まあ、バトルフェーズスキップ効果よりは何倍もマシだが、バトルフェーズができないと勝敗に直結しかねないし、このカードを使用するリスクが大きすぎる。このカードを出したターンに勝負を決めるか、エクシーズ素材にしてうまく回避したいところだ。召喚条件の調整が難しい。バトルフェーズスキップのデメリットがきつい。召喚して破壊輪効果さえ使えれば強力なカードだけど、うまく召喚して使えないと、デュエルの足を引っ張るカードと言えるわね。ダムドが強すぎたばかりにこんな調整されたのだと勝手に思ってる。つまり悪いのはダムド。史上最悪の炎属性モンスターといえばヘルフレイムエンペラーは欠かせないだろ。やっぱりこのモンスターが来たか。確かストラクチャーデッキの表紙を飾っていたわよね。2005年発売のストラクチャーデッキ灼熱の大地に収録されていたモンスターだ。もう20年前。まずエンペラーの性能を見てみると、レベル9で攻撃力は2700。最上級モンスターだけどレベル9ならもう少し攻撃力が欲しいわね。また、このカードは特殊召喚できず、自分の墓地から炎属性モンスターを5体まで除外し、除外した数の分だけ場のマジックトラップカードを破壊できるぞ。マジックトラップカードの除去はいいとして、特殊召喚できないとかいう最悪な一文があるのですが、この時点でほぼ使い切り確定だし召喚する気が起こらん。始皇帝の領母使いましょ。いや、このカードはアドバンス召喚に成功した時にしか除去効果は使えないから、領母で出すと効果が発動できないんだよ。ひどすぎ、今時律儀にリリース要因を揃えて、アドバンス召喚なんてめったにやらないわよ。マジックトラップカード破壊は強いけど、このような効果を持つモンスターは多いし、このカードを採用する理由が皆無なんだ。特殊召喚できないのがマジで救いがない。そしてこのカードが最悪レベルな理由にその不遇ぶりがある。性能以外にも悪い点があるのか。先ほどストラクチャーデッキの表紙を飾ったモンスターだという話が出たが、このカードのストラクチャーデッキはすこぶる評判が悪い。なんだって？なぜかというとエンペラーがエース格のくせに弱すぎるせいで、ストラクの評判が落ちている。原因こいつやないかい。このデッキはロックバーンで相手のライフを削っていくコンセプトなのだが、肝心のエンペラーがデッキと噛み合ってないんだよな。なぜこんな効果で実装したのか。デッキ自体にはハンデストバーン効果のあるエンテイテスタロスや、ロック効果の強いレベル制限 B 地区、バーン効果の優秀なプロミネンスドラゴンがあり、構成的には優秀で強力なんだ。このカードたちで戦っていけそうだわ。使い勝手のいい汎用性の高いカードも多数収録されていて、デッキとして実は悪くないんだよ。ただ一つ、エンペラーを除いては、公式のエンペラーに対するいじめがひどすぎるけん。このデッキの前後にリリースされたアンデッドの脅威と海神竜の怒りは、どちらもストラクでは強いデッキとして評価が高いのも逆風となった。このデッキたちにはお世話になりました。挙句の果てに灼熱の大地は単独の CM が存在
介せず、フレーミングエタニティの CM のラスト数秒に映るだけという始末。もうやめて、エンペラーのライフポイントはとっくにゼロよ。アニメではオブライエンがこのカードを使うシーンがあったけど、バーンカードのコストとか素材で使われていたな。性能が微妙なせいでアニメでも活躍させづらいわ。そんな感じで性能も弱く、使い勝手も悪く、扱いまで不遇すぎたヘルフレームエンペラーの紹介だったぞ。ここまで見た中で一番悲惨かも。ラストはあいつを紹介するぞ。あいつって言われてもわからないわ。どのモンスターのことよ？あいつはあいつだろ。あ、そういえばあいつというモンスターがいたわね。レベル5の通常モンスターで攻守がたったの100しかないぞ。リリース要員がいるのにこの貧弱振りは、ネタ以外の何者でもないわ。最初このカード見た時は、意味不明なカードが出てきたと思ったな。確かこいつと組み合わせることで進化を発揮するのよね。その通りで、ユニオンモンスターのこいつをあいつに装備させることで、攻撃力が3000アップするんだ。攻撃力が3100になるのはいいわね。問題はどうやってあいつとこいつを場に揃えるかだけど、攻守が低いからリクルートモンスターで出したり、ダメージコンデンサーを使って揃える方法もある。ステータスが低い点を利用して用意していけばいいわけか。天使族だから神の居城バルハラや、更新化を使ってもいいな。なんだ、案外召喚には困らないじゃない。召喚には困らないけど、実際に召喚したいかと言われると微妙なんだ。まあ、攻撃力アップと貫通ダメージ効果しかないものね。労力を考えると他のカード出したいわ。召喚したところで除去されたら目も当てられないしね。ユニオンとしての身代わり効果はあるけど戦闘破壊限定だし、こいつを失ったあいつが場に残っても、絶望的な未来しか待ち受けていないぞ。フレーバーテキストには潜在能力を隠し持っていることが書かれているけど、潜在能力を引き出しても貧弱さが拭いきれていないわ。このカードはコナミのシューティングゲーム、極上パロディウスや、セクシーパロディウスに登場するあいつというキャラクターがモデルなんだ。元ネタは他のゲームの登場キャラだったのね。そちらでも謎の生命体であり、こいつの 2P 用キャラクターだったぞ。それでこいつと組み合わせて戦うモンスターになったのね。他ゲームからの友情出演のようなものでネタ枠の域を出ないカードだから、この性能なのもある意味納得なんだぜ。いつかあいつとこいつでブルーアイズを倒してみたいわ。ちなみにラッシュデュエル版にもあいつはいるのだが、あちらにはこいつが未実装なので、完全に使い道ゼロのカードとなっている。相方実装してあげなさいよ。そもそもラッシュデュエルにはユニオンの概念がないから無理なんだよ。悲しすぎる理由があった。そんな感じで単体だとまず使い物にならず、合体してもそこまで強くはないあいつ。GX じゃアカデミアのフルイドに捨てられるくらい、その価値を否定されてきたが、史上最悪レベルの炎属性モンスターとして歴史に名は残せたんだぜ。全然喜べない。今回は史上最悪の炎属性モンスターを10枚紹介したが、レイムどうだった？とりあえず炎属性に使いづらく弱いカードが多いことが分かったわ。正直、今の炎属性が日の目を見ているのも当然の処置と言えるくらい、散々な扱いを受けたカードもあったな。ただ、性能はあれとしてビジュアルやイラストはいいものが多かったわね。やっぱり炎をテーマにしたモンスターってかっこいいのが多いし、とても絵になるんだぜ。今回紹介したモンスター以外でもこれ弱いだろ、というモンスターは多そうだが、炎属性モンスターがこれからどんどん強くなっていってほしいな。ここで紹介されたモンスターたちもこの先、コンボが生み出されたり、デッキのキーパーツになったりして活躍してくれることを祈っているわ。ではレイム、最後にこの画像の空欄に一言くれ。文化はしないで。原作なら活躍させてもらえるから、みんなもコメントで答えてちょうだい。マリサをうならせる回答をよろしくね。ご視聴ありがとうございました。灼熱の大地のリニューアルデッキを。